はいどうも、ワンソクチューブです。今回はね、車買いませんけども、センチュリー、トヨタの皇室御用達センチュリーに試乗させてもらっちゃいました。今回もね、カー&レジャーさんのご厚意で、こちらの広報車借りていただきまして、記事をね、寄稿するのと合わせて試乗もさせていただきました。記事の方はね、鋭意制作中ですので、出来上がりましたら下の詳細欄にリンク貼っておきますので、概要欄よりチェックしてみてください。そして、試乗させていただいたのはトヨタのセンチュリー1グレードですね。車両本体価格は1996万円と、もうほぼ2000万円と、文字通り日本の中で一番高い車、国産車の中で最高峰の車となっています。レクサス LS より高いですからね、これ。そしてエクステリアの方から見てみたいと思うんですけれども、このね、今回21年ぶりのフルモデルチェンジとなったんですけれども、それがね、2018年にデビューしました。本当に歴代のセンチュリーとね、一目見てわかるようなキープコンセプトのデザインとなっているんですが、随所がね、よりシンプルなデザインにされて、日本版ロールスロイスといったような風格が漂うエクステリアになっていますね。そして、こちら垂直に切り立ったフロントマスクの部分なんですけれども、ヘッドライトの部分、こちらアダプティブハイビームシステムになっています。ウインカーはね、流れるなんてこともなく、 LED がこのようにね、綺麗に面発光しますね。そしてフォグランプもこんな形になっています。本当にシンプルですよね。これこそまさに日本の美といった感じですね。そして、特徴的なのがこちらのフロントグリルなんですけれども、この中にねある丸を重ねたような文様、これ七宝文様というそうで、日本の伝統柄ですね。そして、鳳凰の文様が、エンブレムがついていますね。これもセンチュリー伝統となっています。そしてね、この黒のエクステリアのボディカラー、こちらはですね、カムイという名前がついているそうで、漆黒のね、漆のような、光り方をする美しい黒ですね。はい、そしてサイドの方に回ってみましょう。こちらセンチュリーのサイドビューなんですけれども、几帳面というですね、平安時代の、平章具という柱にあしらわれた面処理を、使った技法だそうです。このね、シンプルな中にも美しさがある、端正なサイドビューですよね。そしてセンチュリーのボディサイズは全長 5.3 メーター、全幅も 1.9 メーターオーバーと、本当に超でかいです。これ LS でも 5.2 メーターしかないので、LS よりも大きい、日本で一番大きいセダンという形になっています。まさにね、乗る人を選ぶ車ですよね。いや、美しい。そして、こちらのアルミホイールなんですけれども、センチュリーのタイ&ホイールは18インチとなっています。こちらにもね、鳳凰の模様があしらわれていて、細かいね、メッシュのホイールのデザイン、これもね、高級感ありますよね。そしてずずずいとサイドの方回っていきますが、ここでね、気がついたのがですね、ドアのアルミのサッシみたいなものがね、ついているんですよね。ドアのフレームのところに。これもね、あんまり見たことないですよね。こういうところがなんか金属になっているのって。これもね、窓枠というか額縁みたいな感じしますよね。そしてこのカムイのね、美しい黒のボディカラーとなっています。そしてここにもね、センチュリーのロゴがありますね。ハイブリッドって書いてありますね。そして、リアの方にぐるっと回っていきますが、リアもね、キープコンセプトながらよりシンプルな面構成になっていてですね、メッキの薄い縁取りとかがあるおかげで上品な、本当に上品な、質感処理がなされていると。このね、メッキとかが極太だとね、ちょっとね、オラオラ感が出ちゃうんですけれども、こういうところがね、うまいかなと。そしてリアコンビネーションランプやウインカーはこのように光ります。はい、そして、こちらですね、リアバンパー、下部の方にはマフラーなんかは隠されたデザインになっています。無駄なものがね、一切外に出てないという美しさがありますね。はい、続いて気になるセンチュリーの内装を見てみましょう。ただ気になったのはね、ドアの鍵穴は残ってんだなと。こういうところは隠さないんだなというふうに思いました。そしてドアの内側、これもね、特徴的ですよね。こちらもちろん本木目。こういう細かいところにもね、メッキ加色がされていて、ここもね、漆黒のピアノブラックになっていますね。そしてシートのメモリーのスイッチがあります。このね、ロックノブとかもこういうね、メッキ処理されています。そしてこの下の部分、ここがね、ファブリックになっているというのがなかなかあんまりお目にかからないデザインかなというふうに思います。ここもね、たっぷりとした合成比較で覆われていて、下の部分ももちろんソフトパッドになっています。そしてね、ここ木目と、ピアノブラック、漆っぽい感じですね。ピアノブラックというよりなんか漆ですよね。そしてインナードアハンドルなんですよね。このユニークなノブが、これでドアを開ける形になっています。そしてね、
ドアポケット周りもなんとファブリックで覆われていて、こういうところもね、細かい内側のところもちゃんとソフトパッドになっているという形ですね。で、下部はね、また違った色のファブリックがあしらわれていて、カーテシランプも LED がついています。はい。そしてなんとドアヒンジもごっつい鋳造製ですね。この辺はね、やっぱね、LS とかセンチュリーとかっていうのはコストかけて作られているんだなという感じがします。はい。そして内装を見てみますが、このね、レースの、シートカバー、これもね、尻尾模様になっていて、ここね、本革じゃなくて、ここはファブリックっていうところからね、なんかいかにもセンチュリーって感じしますよね。そしてスカッフプレートなんですけれども、こちらにセンチュリーのロゴ入りで、しかもね、尻尾模様がこちらにもあしらわれています。そして、運転席のシートの調整スイッチもこうね、メッキ加色されていていいですね。で、アクセルペダルはオルガン式なんですけれども、トヨタでは、吊り下げ式をね、アームで、固定して、オルガンタイプになっているという形になっています。はい。そして乗り込んでみましょう。ドア閉めた音聞いてみましょうかね。はい。かなり重厚な音がしますが、こちらイージードアクローザーがついているので、半ドアになってもこうウィーンとこう締め上げて、ロックしてくれるという形になっています。高級車って感じですよね。はい。そしてセンチュリーのインテリア前景なんですけれども、このようにね、垂直に切り立ったインストゥルメンタルパネルがあって、本当にシンプルですよね、面構成が。ステアリングホイールなんかも専用の衣装になっています。ナビ画面はね、ちょっと今となってみると横広ではないので、なんかちょっとレトロな感じもしますが、こちらでもね、9インチぐらいあると思います。シンプル is best って感じですかね。それでは細かく見てみましょう。こちらナビなんですけれども、こちら T コネクトナビがついていますね。サイズは9インチぐらいかな。結構大きいと思いますが、レクサスとかの、ものに比べると若干トヨタと同じデザインの T コネクトナビですよね。こちら画面のタッチ式となっています。そして、その下にはですね、メニューとかのボタンが物理スイッチがあったり、画面のタッチにも対応していますね。こちら T コネクトになっているので、オーナーズデスクというかですね、オペレーターサービスとかヘルプネットとかも使えます。で、その下はエアコン周りのスイッチが物理的に装備されていますね。はい。そしてその下には、ステッチ付きの合成比較で覆われた、ダッシュボードがありまして、その下もね、ピアノブラックの、オーディオ系ですね。おそらくブルーレイとかも刺さるんじゃないかと思いますが、メディアのスロットと、センチュリーというロゴがありますね。ここは開くと、SD カードのスロットになっていますね。そういうところも目隠しされています。そしてこちらのね、センターコンソール周りもステッチ付きの合成比較で覆われていて、ゲート式の、AT のセレクターですね。こちらもね、革のシフトブーツとかはついてないですね。ここもね、尻尾模様があしらわれていますね。そして、蓋付きのドリンクホルダーが2口ついていますね。そしてその下は、電動パーキングブレーキとホールドのスイッチがありますね。この辺はね、最新の車なんでついていてありがたいなというふうに思います。そしていろいろスイッチがありますが、こちらね、助手席を運転席側から、操作するスイッチになっています。こんな感じでね、ヘッドレストまで倒れちゃうと。でさらに前まで行って、スペースを確保すると。後ろに乗ってるね、VIP が、前方の視界を広くするのと、足元を広くするというのを、運転席側から、操作することができるよと。そして、左右から開く、センターコンソールなんですが、100V の電源とか、こちらもね、二重底になっていて、収納スペースは意外と広いです。底面もね、起毛仕上げされていて、異音が発生しないようになっていますね。そして USB が2口ついていて、充電とかもね、できるようになっています。そしてね、気になったのはなんか絶壁があるの、これ何かなと思ったら、後ほど後席で判明します。はい、続いてステアリングホイールなんですが、こちらも専用のデザインになっていますね。握りはね、結構太くて、レザーで覆われています。そして中央にはね、鳳凰のマークがついていて、こういう細かいところにもね、ピアノブラックの加色がされています。パドルとかはついてないですね。
でウインカーレバーがあって、アダプティブクルーズコントロールとかのスイッチがステアリングに備わっているタイプとなっています。そしてメーターなんですが、中央にね7インチのマルチインフォメーションディスプレイがついていて、情報を切り替えて、いろいろなね情報を見るのは他のトヨタ車と一緒なんですが、表示される情報自体はですね 4.2 インチのものと一緒なんですが、画面サイズが大きいという形になっていますね。そしてステアリングホイールの右側にはミラーの操作系とオートマチックハイビームとかアダプティブハイビームのスイッチと、下にねトランクリッドのオープナーと ETC2.0 のカードスロットが隠されていると。そしてオーバーヘッドコンソールなんですけれども、こちらはデジタルインナーミラーにはなってなくて、自動防減ですね。そしてタッチ式の LED のルームランプと SOS コール、ヘルプネットですね。そして、サングラスホルダーがこちらに備わっていると。中もしっかり起毛仕上げされています。もちろんねヘッドライニングとかは起毛仕上げにされていて高級感がありますね。そして、こちら開くと、ここは豆球と、こういうとこかな、トヨタなLED でもいいのになとは思います。そしてね、ごっついグリップにもこういうねメッキの加色がされていて、こういうところの質感は非常にいいですね。はい、続いて後席を見てみましょう。センチュリーはね後席乗ってなんぼの車だと思いますからね、ドア開けてまず驚くのがこのカーテンですよね。これもこちら手動かと思いますが、左右から開くタイプと。で本木目のパネルがついていて、でこちらもね起毛仕上げされているファブリックがついていると。でスピーカーパネル、こちらもね尻尾模様デザインされているんだと思います。でアームレストもしっかり、合成角で覆われていて、でこういうところももちろんソフトパッド、そしてスピーカーと、さらにここもねスピーカーがね、こう鉄じゃなくてね、こうなんでしょう、布杖というかファブリックのスピーカーのパネルになっているのはなんか今まであんまりないかなと。でこちらがドアのインナードアハンドルですね。そして、ヒンジはもちろん鋳造製と、このごっついのがついてますよね。トヨタもねやる車ではやるって感じですね。そして、スカッフプレートもちゃんと全席同様尻尾模様のセンチュリーのロゴ入りのものがついています。そして後席見てみてください、この広さ。そして乗り込んでみますが、よっこらしょ。ここがねフラットになってる、これすごいいいですね。でイージークローザーがついているので、ハンドアの状態でもドアを閉め上げてロックしてくれるという形になっていますね。そして後席足元、5.3 メーターありますから当たり前に広いですけどね。そして、こちらねシートバックポケットもついています。シートバックもねちゃんとねファブリックが貼られていて高級感ありますね。さすがですね。そしてごっついグリップもついています。そしてこういうところにもねオーナメントがついているのは高級感ありますよね。そしてスピーカーと、つらい位置になっているエアコンの吹き出し口とか、結構ねこういうシンプルな中にもデザインがありますね。そしてこのでっかい後席のアームレストなんですが、7インチのパネルがついていますね。しかもこれ格納できるとこれ格納できるのかって感じですけどね。そうすると後席も3人乗れるという形になっています。そして前席の時ね絶壁なんだこりゃと思ったら、これ後席の、エアコンの吹き出し口とか、こういったねアナログ時計とか、ここにも尻尾模様がついていますが、このでかいモニターの背面だったんですね。センチュリーのロゴついてますね。そしてこちらブルーレイ対応のスロットがついていて、ここでブルーレイとかも見れちゃうというものですね。ここも収納になってる。下はコンセントですね。でもこういうところもねファブリックで貼られていて非常に質感高いです。本当ホテルのなんかインテリアみたいですね。はい、そしてさっきちょっと格納しちゃいました肘置き、もう一回出してみましょう。よっこらしょ。これめっちゃ重いですね。はい、巨大な、肘置きが出てきましたけれども、こちら、フロント部分はこんな感じで、ドリンクホルダーが2口ついていますね。そしてその後ろがですね7インチのタッチスクリーンになっていて、ここでね快適装備選べると。オーディオとか、あとシートとかですね。これもリクライニングができたりマッサージとかもできるんだと思います。こんでオットマンが出てくると。こんな感じでここでオットマンの操作するみたいですね。
これやばいっすね。足伸ばせちゃいますね。これ土足厳禁ですね、これ。で、こちら側で助手席の、スライドとかもできるんで、さっきみたいに、前方のね、視界を遮らないようなポジションに助手席を設定できるという形ですね。本当にね、後席に人乗せるようですよね、これ本当に。続いて天井のところにもね、こうやってね、しっかりとしたね、ファブリックがあしらわれていて、ここはね、ぼんやりとした LED で光りますね。で、読書灯もつくという形ですね。これもね、光量を調整できるみたいですね。こんな感じで。で、天井にもエアコンの吹き出し口があると。そしてね、驚いたのがね、これもね、読書灯ですね。これね、可動式の読書灯がついていると。こういうのもね、なかなか他の車ないですよね。はい、続いてこっちのね、豪華仕様の助手席側の後ろに VIP が乗るという形になってますので、私もね VIP 気分でちょっとこちらに乗らせていただきたいと思います。よっこらしょと。 VIP がこういうこと言っちゃいけないですよね。はい、これめっちゃくちゃ広いです。ちょっとドキンなんで靴を脱いでこのオットマンに足を乗せさせていただきたいと思いますが、いや広い、めっちゃ広い。これ寝れますね。でこちらでエアコンとかですね、リフレッシュっていうボタンついてますね。これなんだろうと思ったら、なんとマッサージができると、リフレッシュコースという形でこれやってると、背中のところがねちょっとね、ブルブル振動したりするんですけれども、マッサージチェアとかに比べると、ちょっと、揉み加減っていうのはかなり控えめなんですけれども、ちょっとね背中が凝ったなっていう時に使ったりするといいんじゃないかと、ないよりはあった方がいいかなという感じはしますね。アウディ A8 のマッサージ機能とかは運転席にもついてるんですけど、それはね結構効いた感じなんですけど、これはねマックスにしてもそんなに、効くっていうほどは効かないと、リフレッシュってぐらいですからね、本当に緊張をほぐすというぐらいの、振動が味わえるという形になっています。しかもここにね目隠しで、このようなテーブルが出てくると、これは驚いた。そうすると、木目のねテーブルが出てきて、この、タッチパネルを隠してくれるという形ですね。リアはシートヒーターだけかな、ついてるの。そして開けると HDMI の端子とか、USB のソケットがついていますね。それぞれ左右独立してイヤホンのボリュームの調節ができるということですね。でさっきの読書灯はこんなところについてると。運転中に本読んでたら酔うかもしれないですけどね。はい、これはねなかなか VIP じゃないと味わえない世界かなと思いました。センチュリーのね後席に乗ってる気分を味わっていただければと思います。なかなかねこういう景色って見ることできないと思いますんでね、そういうのをねお届けするのもワンソクチューブならではかと思います。チャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。はい、続いて一応トランクも見てみましょうかね。こちらに、控えめにボタンがついていて、もうパッと見見えないんですけど、押すと、オートマチックトランクリッドになっているという形ですね。でトランクの中もちゃんと起毛仕上げされていて、スペアタイヤなしの状態で484リットルと、でありの時は431リッターとなっています。こちらね、安易に拭かないでくださいと毛羽たきが入っていました。こちらのね底面もね起毛仕上げされていて気持ちいいんですよね。こちらスペアタイヤレスなので481リッターとなっています。ゴルフバッグもねもちろん収納できますね。といった感じで、トヨタセンチュリーなかなか見ることはないと思いますが、ワンソクチューブをお届けしましたがいかがでしたか。個人的な感想としてはですね、これ誰でも買える車ではなくてね、購入するのにいろいろ身辺調査があるとか、反射組織とかに売れないといういろいろ縛りとかがあるのかもしれないんですけれども、そういったね誰でもが買える車ではないんですけれども、社長さんですとかそれこそね皇室の方とかも、ご利用される車ですので、品位を落としちゃいけないということですね。
それでもね法人の社長さんとかは、購入されて乗っている方とかもいらっしゃいますんで、気になる方は、トヨタのお店にお問い合わせしてどうやって買うのって、聞いてみるといいんじゃないかなというふうに思いますが、我々庶民としてはですね、こういう世界もあるのかというふうな形で見て楽しんでいただければなと思います。ということで次回はですね、こちらセンチュリー、本当はね後ろに乗る車かと思うんですが、私試乗させて運転しちゃってみました。これでね全開加速とかも試してみてますんで、こういうのなかなかね見る機会ないと思いますんで、お楽しみに。それでは買いたいあなたの背中押しチャンネルワンソクチューブ、次回もお楽しみに。